こんにちは。今日はですね、このリブアイステーキをソービークッキングという方法で料理したいと思います。このステーキの厚さはですね、1.5 インチ、センチメーターで言うと3センチです。このステーキの厚さだったら、私は華氏135度、摂氏60度ぐらいですね。それで2時間料理をします。が、もしステーキをよく焼いて食べたい人は2時間半料理してください。肉に塩コショウをしてください。もしあれば、コーシャーソルトって言って粗塩みたいなもんですね。目がとても粗いんですけど、この塩を惜しげなく振りかけてください。両面塩コショウをします。普通ですね、このリブアイを食べる人は結構脂身が好きで食べる人が多いんですけど、私はちょっと取りました。ここら辺にあったんですね。で、ここも取ろうかなと思ったけど、後で仕上げにバーッと熱い温度で焼くんですね。その時に必要だなと思って取ってます、ここまだ。Oh, you're waiting. Yeah, waiting. そして次はですね、胡椒をかけます。これは胡椒はね、必ずこのすってやるのをしたら風味がね、全然違いますね。ちょっと時間をね、かけると美味しさが増します。でこれを反対側にしてまたかけます。香りがねいいですよ。やっぱりこういう風にして削って、もうすりおろしたやつを使うと簡単なんですけどね。はい、つきましたね。で今度はここにちょっと残りがありますね。塩とかね、胡椒のね、これをこうしてそうすると周りにも味がいきます。はい、135度くらいに温めたお湯をもう炊飯器に入れてあります。そして保温のボタンを押してあります。華氏135度、摂氏60度くらいの温度で2時間から2時間半お湯に入れておきます。お肉はですね、よく焼いた方がいい人は2時間半くらい料理すればいいと思います。はい、これバッグなんですけどね、こういう風に上が開いてるやつ、これにお肉を入れて、これでシールするんですね。でもこの機械がない人、別に買う必要ないですね。普通のジップロック、こんなのがありますね。ジップロックで、ここを上を開けて、このジップするやつ、これでね空気を抜けば使えます。これにですね、ちょっと使い方を説明しますね。もう知ってあるかもしれませんけど、昔はね、ストローで空気抜けとか言ってましたけどね、それはしなくていいです。これをですね、このままお水でいいんですけど、お鍋にお水を入れて、こういう風にして入れるんですね。つけるの、水に。わかりますか？ここ。空気がね、水圧で押されてることが。ほら、真空になってるでしょ。わかります？こう。だから空気をね、口とかで抜くことないんです。で、こういう風にして、上側まで来たら、こういう風にしてジップすれば大体のエアは取れるんですね。
ほら、こんな感じでやれるでしょ。これで OK。いいですか？ Make sense? じゃあね。はい。はい。このバッグをですね、お湯につけます。まあ、こういうふうにしておきましょうかと。多分、溶けることはないと思います。上の方にしたら、水が入らんでいいですね。こうしたら大丈夫ね。そして、2時間待ちます。温度が下がるので、蓋は取らないでください。これは2時間後に出したミディアムレア。中身がちょっと赤いステーキです。で、これはですね、出した時に結構水気があるので、ペーパータオルを使ってですね、拭きます。はい、拭きました。で、これはですね、周りをこんがりするために、今から表で、トーチを使ってですね、焦げ目をつけます。これはバーベキューのグリルでやってもいいし、トーチでやってもいいし、うちでだったらフライパンに油をちょっと流して、それで焼いてもいいです。その焼くときはですね、結構強火で焼きます。そして、こんがりと焼けたら出します。はい、今からですね、このグリルの上に肉を置いて、で、このトーチでね、周りを焼きます。見えますか？はい。Dog is running away. Can you make it hot? Little bit? Yeah, I can. はい、最初にグリルを少し温めます。熱くします。はい、that's good. で、肉を置きます。茶色になってるの見えますかね？Can you do the side of meat a little bit? There, this side too. This side too. Alright, let me flip it. いい色になってるでしょ？ね。で、反対側を焼いてもらいます。このソービークッキングで調理した肉はですね、なんか湯がいた肉みたいな色で、あんまり美味しそうに見えないんですね。だから、周りをこんがりと焼いて焼き色をつけるっていうのはもう大事なことです。さあ、お肉が焼けたみたいですね。これも綺麗な色なんですけど、本当はね、もう少し焦げ茶色になってもいいと思います。黒く焦げないようにね、気をつけてください。ステーキに、これ、ガーリックバターをたっぷりかけました。そして、
それに、マッシュルームの炒め物。それにマッシュドポテトですね。これにベイクトビーンズ。このベイクトビーンズって結構甘いんですよ。テキサスのカーボーイとかね、このベイクトビーンズにバーボンウイスキーをトクトクトクって入れてね、仕上げして食べたりするのが好きですね。さあ、ジョンさんの夕食ができました。ああ、美味しそうです。今日のビデオはいかがでしたか？もし良かったと思われたら、いいねのボタン、そしてチャンネルの登録もお願いします。じゃあまたお会いしましょう。バイバイ。